はい、皆さんこんにちは。橘さゆりです。いきなりですが、高い高級ブランドを着てるのになぜか上品に見えない人、反対にシンプルな服を着てるのにとても品があるように見える人、この違い何だと思いますか？品格を手に入れるために高い服を買う必要はありません。今日は男女共通上品に見える服装のポイント3つをご紹介します。そしてこの動画の最後の方にですね、さゆり先生の小話っていうコーナーがあります。今日の小話では私がお洋服をケアするために使っている小道具をご紹介します。皆さんよかったらぜひ最後まで見てください。そしてチャンネル登録まだの方、ぜひ今のうちによろしくお願いします。はい、では上品に見える人の服装のポイント3つ。まず1つ目です。靴を大切にすることです。おしゃれは足元からと言いますが、品格も足元からです。どんなに素敵な服を着てても靴が汚れてる、つま先が傷ついてる、かかとが斜めにすり減ってる、これだけで全体の印象は大きく下がってしまいます。汚れてしまった靴は外出前に軽くさっと拭いてください。そしてボロボロになった靴はありがとうって言って手放してください。きれいにお手入れされた靴は細かいところまで気を配れる人っていう印象を与えてくれます。はい、では2つ目のお洋服はお手入れで差がつくっていうことについてお話ししていきます。お洋服を買うときは値段で選んではダメです。高いからいい、安いからいいっていう問題ではないです。大切なのは生地にある程度の厚みがあって、そして裁縫がしっかりしているものを選んでください。そしてお洋服を買ったら一度縫い目とボタンホールを確認してください。少しでも糸がはみ出てたらちっちゃいハサミで切るようにしてください。私も先日通りすがりに百貨店でお洋服を買ったんですよ。そして帰宅してよく見てみると裁縫が少し粗い部分がありました。百貨店だから大丈夫と思い込まずに、着る前、できたら購入する前に確認することをお勧めします。そしてもう一つ、毛玉ができた服、シワが目立つ服はどうしても生活感が出てしまいます。毛玉は毛玉取り機で取って、そしてシャツやブラウスは軽くアイロンをかけることです。たった数分のお手入れですけど、その一手間であなたの品格を大きく左右します。はい、そして3つ目です。サイズが合った服を着ることです。これ一番大事です。どんなに高価な服でも肩幅が合ってない、袖が長すぎる、パンツの丈が余りすぎてる、これだけでだらしない印象になってしまいます。逆に高価な服ではなくても自分にぴったり合ったサイズの服を着ている人はとても上品に見えます。服を着るのではなくて服に着られないことが大事です。これが上品に見える一番のポイントです。また皆さんにお会いできるように今のうちにチャンネル登録と、そしていいねボタンよろしくお願いします。では今日の話をまとめます。上品に見える人の服装のポイント3つです。まず1つ目です。靴をきれいにすることです。そして2つ目です。お洋服をきちんとお手入れすることです。そして3つ目です。自分に合ったサイズの服を選ぶことです。この3つを意識するだけであなたの印象は大きく変わります。品格っていうのはお金ではなくて日々のお手入れから生まれます。ここで皆さんに質問です。皆さん服装でこれは気をつけてるっていうポイントありますか？あったらぜひコメントで教えてください。では続きましてさゆり先生の小話コーナーです。どうぞ。はい、ではさゆり先生の小話コーナーが始まりました。イエーイ。はい、今日は私が普段お洋服をお手入れするときに使ってる道具をご紹介したいと思います。ではどうぞ。はい、では皆さん、こちらが私がカシミヤとカシミヤのコート
をお手入れする時に使ってるブラシになります。こちらは友達にいただいたんですけど、めちゃくちゃ良くて、カシミヤが新品みたいになります。で、メーカーがブラシの平野っていうところです。毛が結構柔らかくて使いやすいです。で、ついてきてたのがブラシのブラシですブラシのブラシです。はい、では続きましてまたブラシになります。これ結構でかいでしょ。これまたいただき物で、同じく、ブラシの平野っていうところです。で、こちらが、カシミヤ、ウール、毛皮、シルク、着物などに使えます。これ着物に私かけてました。毛がさっきのブラシよりもちょっと粗い感じです。はい。続きましてまたブラシになりますこちらがレザー用です。これ結構めっちゃ柔らかくて気持ちいいです。そして続きまして毛玉取り機になります。長年使ってます。もう10年以上ぐらい使ってます。テスコムです。はい。そしてラスト、こちらのミスト、これおすすめです。例えばお洋服をハンガーにかけてて、で型がつくとするじゃないですか。でその時に型に着たままシュッシュってしたら型がなくなります。おすすめです。顔の服のミストっていうやつです。はい、以上になります。はい、以上で小話コーナーでした。皆さん今日の動画いかがだったでしょうか。ぜひいいねボタンと、そしてチャンネル登録、そしてベルマークもオンにしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。